こんにちは、トラス企画の阿部ちゃんです。トラスト客のみーくんです。本日はですね、以前ね動画でこうアウトレットにね、出る商品がありますよみたいな、お話ししたんですけど、今回はそちらの第1弾で5月分の、アウトレットに出る商品もご紹介しますし、あとは5月にうちやっちまったぜ保証あるじゃないですか。あれで、帰ってきた事例の中から、ちょっと面白いかなみたいなちょっと変わってるやつ、ちょっと変わってるやつね、ちょっと何件かご紹介していきたいと思いますので、よろしくご付き合いお願いします。じゃあまず早速アウトレットの方に出るやつ、何点かご説明しますか。はい、そうだね。はい、これはね、ニスモのホイールナット、でこれ開けるとですね、見てください。破損してます。ケースが破損してます。はい。これ中身はね、特に問題はないんですよ。ね。中身。ケースがね。よーく見ても傷はないんですけど、ついてるって言われたら困っちゃうんですけど。でも勝手に傷つきますからつけたら。もうだって最初にこうレンチでこうカッて入れた時にもうすぐガピガピって多少は傷がつくんだけど、こういう商品、これね実はね、運送会社の人がやっちまったっていう話。そういうパターンもあるんですよ。そう運送会社のやっちまったぜ。運送会社の人が破損しちゃったっていうね。これね実際うちでちゃんと梱包して発送してるんだけど、本当に輸送会社なのかっていう話もあるんですよ。もしかするとお客さんがね受け取った後にちょっと落としちゃって、でそれをこう開けた時にいや割れてるよというケースもあると思うんですよ。これ一つ言いたいんですけど、どこで破損したか分かんないです、正直言うと。うちから出した時はもちろん綺麗なままであったんですけど、その後はねもう分かんないですからね。お客さんの方で申告が届いて封を開けたら破損してましたっていうことなので、じゃあその間の中間業者の運送会社が破損させたんではないかなっていうことなんですね。これね実はね正直うち的にはどっちが破損してても特に変わらないんです。そうですよね。保証がねありますからやっちまったですね。他の会社さんだとね自分で落っことしたって言ったらね保証してくれないから、そりゃそうですよ。封を開けた時に壊れてたっていう言い訳しかできないと思うんですよ。そうですね。それはねやめてください。本当に困ります。うちは困らないですけどね。いやそれ一つだけ困る時あるんですよ。これねこの後例えば運送中の破損とお客さんが落として壊したっていう破損だと、この後の処理が違うんですよ。何が違うか。個人のお客さんが例えば封を開けるときに壊しちゃった、落っことして壊しちゃったって言えば別にその他の対応はしないんですけど、運送中の破損ってなると、この運送のこの梱包がね厳重梱包になっちゃうんですよ。もうより破損しないような梱包になっちゃう。プチプチも巻くし、もう本当にこう箱も大きい箱になっちゃうし、緩衝材も入れなくちゃいけなくなっちゃうので、なるべく送料を抑えるためにコンパクトにしたいんですよ。それがコンパクトにできなくなってくる。そうですね。だから実はうちだけは自分で落とした時は正直に落としましたって言ってほしいんですよ。別に責めないですからね。しかもちゃんと返品できますので。ちなみにうちはね某ねS 級便はねS 級便お世話になってますから。お世話になってるんで。こういう伝票これ使ってないんですけど手書き伝票なんですけど、うちは印刷してやるとペアで出ちゃう伝票なんです。これ使ってない。ここにですねちっちゃく保険のあれが載ってるんですよ。これなんですけど、運送中の保険のね詳細ですね。ここに
金額1万円につき10円払ってくれると、保険が適用されて、運送中の保険で保険で賄えますよっていうやつなんですけど、まあ10万円につき10円なんで、10万だったら100円じゃないですか。100円払うと10万円まで保証されるじゃないですか。絶対入った方がいいですよね、普通はね。そう。うち入ってない。強気だ。だいぶ。だいぶ強気。入ってない。はい。まあこれ保険を払うんだったら自社で処理しますよ。そうですね。はい。そのね、処理がめんどくさいってことですよね。そう。だからうち的には S 急便さんに対してもやっちまったで保証対象内です。素晴らしい。すごくないですか。お客さんじゃなくて、お客さんじゃなくて運送会社もやっちまったぜ。対象してます。はい。これは本当にやっちまってますからね。落としたりして。もっとすごいなんですよ。その前にこれ同じものなんですよ。これね、これ同じものね。これまだ未開封ですよ。外の袋もね。そう。これね、実はね、うちの社員が落としてやっちまったしちゃったんです。すごいね、身内でやっちまったし。そう出荷する前にやっちゃった。ああ、まあね。なのね。でこれ開けるとね、分かる通りここ。割れてますね。ここもね。ここね、ここ割れてるんですよ。はい。もうこれ商品にならない。ここも商品ですか。そう、そこを置いてあったとこ、この辺からこう落としちゃったらしい。まあこの辺の高さで落としちゃったらしいんですけど、まあ破損しやすいんですよね。重いですからね。しかもね。はい。ここがね、これもほら社員からね。T 君ね、T さんね、T さんね、やっちまった。ゴリラの方じゃないですそう、保証で、うちが会社が負担すると。素晴らしい。社員がやっちまったでも会社が負担っていう。普通はね、買い取りですよ。うまいことに承知だろ。普通になっちゃうんだけど、そう会社が負担する。素晴らしい。そういうのがあります。はい。あとね、変わってるのがあって。これちなみに必ずそのやっちまったで保証とかいろいろそのクレームっていうかね、問題があった時に全部細かく全部データとして取ってるんです。これ帳票なんですけど、これはあれですね、中古とか新品でお売りしたやつの戻ってきたやつ、いつ何をどういうふうに対応したかっていうねやつがあるんです。でそれを見るとですね、いろいろありますね。付箋があってちょっとね謎の付箋がこれ5月分なんですけど、まずスバルのインプレッサのロゴのエンブレム、トランクとかにね貼るようなやつ、ちっちゃいエンブレムね、発送したわけですよ。お客さんにちっちゃいこんぐらいですもんね。で実はね、お客さんのところに届かなかった。これまた運送業者がやっちまったですか？違う。なんでだろう。ポストが小さすぎて箱が入んなかった。商品がエンブレムなんだけど、エンブレムって薄いですよ。だってエンブレムなんだけど、なんかこう箱で送っちゃったんだよね。純正のね、箱でこううちのパッケージがあるんだけど、それで送ったらお客さんとこの郵便ポストがね1センチしか入らない入り口だったんですよ。で箱で来ちゃったんで、入んないんで郵便局の人が持って帰ってきた。これが届かないとかって物理です。物理的な。いやポストがさ、そんなことあるんですね。1センチしかないポストってあんの？おしゃれなやつだったかもしれないですね。最近の分かんないけど。でさ、これよく見たらさ、もっとコンパクトにして送ってくださいと。それ以上どうやってコンパクト？いやしょうがないから、さらに新しくその梱包資材を用意して、薄い1センチ入るやつにして緩衝材の入ってるパッケージにして、ギリギリ1センチで送ってあげました。これね、ご覧いただいてる皆さん、ポストの口は広くしといてください。できればね、3センチ。3センチ、3センチ。3センチだけ。3センチだったらね、大体のエンブレム送れますからね。大体は入る。3センチにしてください。お願いします。はい。面白いな。初めて聞きましたね。3センチない、そのポストが3センチ以上の開きがないもの
回覧板とかねこう入れても普通の売ってるやつ3センチあったいやよね。絶対あると5センチぐらいありますよ普通はね。じゃないかもしれないけど3あそうですかセンチぐらいはあると思うんだよね。そうああいうやつがね入るやつぜひお願いします。入んない場合は言ってください、はい事前に。薄くして送ります。薄いんで薄いやつで送ってくださいって言って、はいそしたら手間省けますからね。そうはいまあ、そういうのもあります。はい。そういうのも対応します。なるほど。え優しいな。知ったこっちゃないですよ。あとね、こういうのもあります。はい。まあこれもインプレッサーなんだけど、まあ多いですボンネット。またインプレッサだ。そう、はい GDB のボンネット買ってくれたんですよ。うん届いたら、はい。ちょっと角のとこにちょっと傷がある。うん。そう骨と角こね。角ね、はいこうフロントガラスのね、角のところに傷があるっていうのがあって、写真も送られてきたんですよ。はいどんな写真だっけな。やべ、写真がね、届いてた。写真がね、あ、これください。写真がね、こういった感じで、ああでもねはい欠けてますね。はいうんここのところねが傷がありました。うん。大変申し訳ございません。本当すいませんはい、これはね梱包のミスなので、はいうちのまあミスだろうということで、すいませんっていう、じゃあ返品してくださいっはい。ていう話になりました。うん。いやそしたらいやこれどうしても使いたいんで、ちょっと値引きしてくれれば、あ、そういう場まあ対応もある。まあタッチペンかなんかでこうちょいちょいってやってうんやるんで、少し値引きしてください。わかりました。値引きいたします。はい。まあうちもほらもう送料もね、そうですね。払わなくちゃそうですね。かかりますから、すごい、結構大きいですもんね大きいんで、もう名前もかかっちゃうかもしれないんで、うんうんうんじゃあ今回値引きさせてもらいますって値引きさせてもらいました。はい。そしたらね、インプレッサーにつけるのかと思ったら違う車につけるみたいで、あれ？どういうことだ？はじゃあちょっとね、い。数ミリ合わなかったらしいんですよ。あ、それでもそんな塵がね塵がね。塵が、まあ数ミリってでかいんだけどね、うん実際そのボンネット数ミリずれてたらボンネットそうですよね。このグリルとかなんかわかんない、コアサポートかわかんないけど、ね、数ミリで、まあ車種が違うわけですよ。そりゃつかないわ明らかに。でつくっていうことではい買ったらしいんだけど、まあちょっと合わないっていうことで、まあ実際返品されてきちゃったっていう、値引きもしたのに。値引きもしたんで返品されてきちゃったっていうケース。それでもね別に OK です。はい。ありえないですよ普通はだっはいて。まあもともと返品していただければよかったんですけどね。その分早かったですね。そう粘っちゃった。だから2回振り込んでるっていう返金してまた返金して、値引き分を振り込んで、なるほどねさらに戻ってきて返金してるっていうできれば1回にしてほしいですできればつける車種もね言っていただければ。できれば取り付けてから言ってほしいです、うんはい、できればなんか、はいこの間、中古パーツもこう適合確認できるって言ってたじゃないですか、あれ流用の場合も基本的にはしてもらえる。そうめちゃくちゃ優しいな。あんなこと言ったらさ、こちらがもっとひどいよそんなこと言ったらなんだっけひどいとか言ってますけどね。本当ありがとうございます本当に。ちなみにですね、ものはフロントタワーバターバーはいーアリスト用、うんJZS161 ありますね。ちょっと高めのねこういうものをね、タワーバー買ってもらったんですよ、フロントのタワーバー、そしたら役さん的には、はい JZS171 クラウン、クラウンですよね。おおクラウンねとかっつってすごい。でもアリスト用のタワーバーを買ってるんですよね。そうでクラウンにつけたい、はい。これよくあるんですよ、クラウンにつけたい人、クラウン用買えばいいんじゃないですか。そりゃそうなんだけど、ね利用できると思ったああ、でも結使わ構ないんですけどって言われて、いやそれは使わないよ他車種ですからね。本当アリストホイールもそうなんだけど、はいアリストのホイール買ってクラウンにもつかないね、あるブレーキのキャリパーもね、つかないのね、スープラのキャリパーがクラウンにつけたいって言ったのにつかないってなんでアリストについてクラウンにつかないの、いや車種が違うからつかないんだって言うんですけどなかなか理解してもらえない。なるほどね。つけてる人がいるとかってだって流用って基本的に過去割りじゃないですか。つけてる人はいるかもしれないけどそれはそういうふうななんていうの、こうブラケットね。そうブラケットを使ってつけてるんであって、そのまま本付けはできないですよっていうこと、そう
ホイールに関してもオフセットとかあって、そのオフセットがそのギリギリ入るそのオフセットで、購入してもらってるからつくんであって、アリストのままをそのままクラウンにはつかないですよってこと、お願いします。なるべくですね、特にトヨタ系の人、違いますか、トヨタ系の人、特にねクラウン絡みの人、クラウンとかスープラとかアリスト、あの辺の人たち、あの世代のね、ありますね。なんだろう、言うこと聞かない。本当に大丈夫かな。でも龍ができそうに見えますもん。だって分かってるよって、分かります。車好きだから俺知ってるよみたいな、俺はできるみたいな感じで、で実際つかないわけじゃん。ね、つけようと思ってもつかないわけだから、なるだけお願いします。確認してください。本当に事前にお願いします。重要もそうでもさもさ、なんかつかないんだけどぐらいの勢いで来るからさ、逆切れそうだっていうね。つかないんですだったらいいんだけど、ちょっとなんかメールしようと思ったら使えないんですけどって言うんだったらまだね、いいんですけど、つかないんだけど来るから、いやそれは大変申し訳ございません、車種が違うんでつかないんです、すいませんっていうしかなくなっちゃうので、大変だ。特にうちほらお姉様方たちがね対応するんですね。そうすると結構ね困っちゃいますから、本当に精神的に痛いので、なるべくできればね、事前にね、コンサルトの方にね、うちの方にね言っていただいて購入してもらえればと思います。そしたらね、もうハッピーですよ。そうあとね、もっとね怖いのがあって、怖い、いろいろありますね。これね、フラグね、結構間違い多いんですよ。だっていろいろありますもん。多分長さが違うとか、この番数ありますね。7番、6番だの、7番だの、8番だの。で、ここがさ、X なんとかとかなんかいっぱい種類あるんですよ。メーカーによっても番数がどうのこうのみたいなね。で、これね、普通の人はね、まあ自分の車を適正に選択できないと思うんですよ。意外と。まあこれもね、3本あるんですけど、これジムニーのお客さん。ああ、なるほどですね。3気筒。このね、ジムニーのお客さんが M の 40XL っていう H ケースのプラグ買っちゃったんですよ。で、外してね、普通プラグ外してさ、こう見比べたりとかしないですか？します、絶対。長さとかね、する書いてあるここの番号、同じかなって同じかなとかって見るね、明らかにね、ここはね長いんですよ。比べるとね、自分に用のやつ外したものに比べてここが長いんですよ。ね、長い。ね。でもね、つけられるわけですよ。まあネジ系同じですからね。つけられるわけですよ。つけました。よーし。エンジンかけました。ガンって言っちゃった。あら。エンジンブローだ。プラグに当たっちゃうんですよ、ピストンがね。そう、プラグに当たっちゃって、プラグが壊れちゃって、返品できますかって言われて。いや、返品はできるんだけど、エンジン大丈夫って本当にそれ。こっちは大した何千円のものだからさ、うち的には別に、ああ、大変ですねっていう話なんだけど、いや、エンジン大丈夫ですかって。本当に、本当に相談してください、プラグとか。エンジン系とか、エンジン系は特に自分たちはプラグダメにするぐらいでいいんですけど、数千円ね、まあ高くても1万ぐらいじゃないですかね。まあ返品してもらえば返金はしますよ。エンジン壊れちゃったらダメじゃないですか。できれば自分でこう分かんない人は外してから見比べないと適合確認してください。必ずうちの担当に連絡ください。本当にね、エンジン壊しちゃいますから。エンジン壊してもやっちまったぜは聞かないですよ。エンジン修理できますかって言われてもさ、できないですから。できないです。本当に。でもあったりするかもしれない。つくと思ったらなんかつかないんで、エンジン壊れちゃったんで弁償してくださいってなっちゃったらどうするんですよ。困りますよね。そう。本当はね、今やっちまった保証って今、この段階であんま言うべきじゃないのかもしれないんだけど、実はやっちまった保証って実はね、もう上のバージョンがあるんですよ。これはまだじゃあ世の中には出てない。うちのそのやっちまったで保証と同じ保証をしてくれるストア、同じようにトラスト企画と同じ保証しますよ名前使ってるんですかっていう会社が出てきたら、出てきたらね、出てきたらね、
出てきたらですよ。出ないと思うな。出てきたらでもなかなか出てきたらね、次の星を考えたんですよ。はいすぐにはい。次名前は考えてますもん。そうそうそう。お聞きたいな。でもやっちさらにやっちまった。さらにグレードアッさらにプしてやっちまった。はい。タイトルはあれだよ。まあそうじゃないんだけど、タイトル恥ずかしくて言えないんだけど、コーチ、うん。例えばほら、よくね、なんとかバックスとかね、うん。なんか黄色い黄色いシャ帽子のね。黄色いシャップのところに行って、シャッポって言わないところに最近。取り付けしてもらったりするじゃない。ありますね。あれね、ブレーキパッドさ、持ち込みでさ、行ってさ、そしたら合わないんですけどとかってさ、黄色いシャップの人に言われちゃったりするじゃん。それね、コーチに取られちゃそしたらさうからね。、やらないんですけど、じゃあ分かりました、じゃあ行ってみますとかってさ、なるけどさ、いや、今外したコーチにくださいって言われちゃう。いや、そうですよ。もちろんもちろん。じゃあつかなくても、うん。ブレーキパッド外してさ、交換しようと思ったらつかないんですけどって言ったら、長井さんって売ってるってこう持ってこられて、これどうですかこっちでね。なっちゃったりするんじゃない。だからもったいないな。そのコーチもね、保証しようかなと思って。これだってブレーキパッドは1万円で済みますよ。エンジン着脱だったらどうなりますかこれ。10万ぐらい。10万以上いきますよね。そう10万ぐらいね、保証するかな。すげえ。なんで保証できるか教えようか。はい。エンジンね、この間インプレッサーのエンジン3年半ぶりに戻ってきたっていうじゃない。冷却水漏れちゃったやつですね。そう。あれはね、どう考えてもね、うちの椅子ではないと思われるんですよ。そうですね。思われるって思うんですけど、多分長さ違うね、ボルトでね。突き破っちゃったんじゃないかなっていう感じだと思うんですけど、基本的に戻ってこない。だから大丈夫。だってうちさ、エンジンさ、ものすごい数送ってるよ。そうですね。国内国外何百台じゃないもんだって、この間昨日だってさ、もう24機とかだって送ってんだよ1日。死ぬほど疲れましたよ24機送るの。そう送ってんのね。でそれでね戻ってこないのね、何年も。だから1台分ぐらい別に大丈夫じゃん。そうですね。戻ってきても10万ぐらいだったらその保険があるからで売れた方がいいですもんね。戻ってこないからね、保証できるんですよ。だからっつってめっちゃ戻しちゃダメですよ。意外とうちのそのエンジンの保証っていうか、かなりシビアなんだよね。これなんでジャンクになっちゃうのっていうのがあるの。結構。例えばどうなんですか。もうちょっと多分この間のだってインプレッサーのエンジンなんか、普通に動いてる車でちゃんと点検して、そうですよね。そうでちょっと動かそうと思ったら、ちょっとエンジンかかんなくなっちゃった時あった。ね、そのバラバラにする前にエンジンかかんなくなっちゃった時あって、でもどう考えてもエンジンじゃない。他に原因があったり、でも始まっちゃったから。なるほどね。走行テストできないからもうブレーキとかもう足回りとか外れちゃってる。でジャンクです。動いてたのに確認ができないからジャンクになっちゃうんですよ。そう確認しないと保証がつけられないのでジャンクになっちゃうんですよ。ジャンクはねやっちまったで適用外なんですよね。確かね。だってなぜ適用外にしたか教えます。ジャンクですよ。動きませんよ。確認してませんよ。不具合があるからそのままつけてもつきませんよっつってるのに、動かないです、つかないです。お客様がね返品したいんですけど、いやちょっと待てよと最初に動かないって言ってるじゃないか。不具合があるってまともに動きませんよって言ってるのに動かないですっていう人がいまして、いやこれはさすがに対応できないなと。前は保証してたんです。保証してたの。もうジャンクでも別にいいですよ。戻してもらっていいですよって言ってるんですけど、なんかさっきのささっきのだよ。要はうちの品質が厳しすぎて、例えばまともに動いてたものがそのギリギリのその検査段階で動かなくなったんでジャンクですよ。で実際その多分エンジンはね、おそらく乗せても動いちゃうと思うんだよ。多分なんかコンピューターとか燃料系とかそっちですね。動いちゃうと思うんだよ。でそういうのがそれが安くうちでこう販売されるわけ。そうすると
動いちゃうとラッキーってなるわけですよ。うん、そう買い取りのため同格してませんみたいなやつとか特にそうなんだけど、結構ラッキーな感じで、まあ、ジャンク品好きな人ってそこにね旨味がありますから、ああちょっと癖になっちゃう。そうで動かないかもしれませんよ、ね、ちゃんと取り付けできないかもしれませんよって言ってて動かないんですけど取り付けできないんですよ。いやその書いてある通りじゃないですか。そりゃそうですよ。動くと思っていや動かないからっていう。そりゃそうです。そうだからそういう人がいたのでジャンク品の対応ができなくなってきちゃった。なるほどね。よくねやっちまったで保証で悪用されないですかっていう言われますよね。心配されるそのね一般の人がいると思うんですけど、運がいいことにそういうね悪質な人がねいない。素晴らしい。優しい。ありがとうございます。これね、なんかね、分かる気がする。本当。はい。なんていうの、やっぱね、ちゃんとこう保証してるお店には高い、まあうちほら安くないって言ってるんだよ。そうです。良心価格。そう、良心価格。高く売ってるわけ。でもそれでも買っていただけるその消費者の方がいるわけ。はい。そういう人ってね、心に余裕があるんだよ。そこだ。トラスト企画のお客様が素晴らしい原因はそこだ。そういう人がねいっぱいいて、そういう人たちがリピートでうちの会社を支えてもらってるわけ。本当にいつもありがとうございます。そうありがとうございます。本当にそうですね。だからいい人しかいないっていうのかな。お客さんもいい人しかいないっていう状況になってる。素晴らしい。そういう環境になんか悪いことしようぜっていう人がいないですね。いないんですよ。だからそういう保証ができるんです。もうまさに社名のまんまじゃないですか。お客様とね、トラスト企画ね。だってさっきのそうだけど、本当にね輸送中破損って言わなかったらいいんだって、自分で落っことしちゃって壊しちゃったんですけどって言ってくれればいいんだもん。だってこういうのだって。手が滑っちゃう。手が滑って落っことしちゃったんですって言えばさ、いやじゃあ別のもの送りますよっていう話なんだから、別にシンプルですね。そう。逆にね、嘘つかれたらどんどん送料上げて、嘘ついて嘘つかなくてもいい嘘ついちゃうけど、なんか箱開けたら壊れてるみたいなね、そう必要ないんですよ。そういう会社が多いですもんね。そうだって自分で落っことして壊しちゃったら自分のせいじゃないっていうのはまあそれ普通です。ほぼ普通だからそことは違うっていうことね、明らかに。そこは理解していただきたい。まあそういうとこ包括的に考えたらトラスト企画の値段って決して高くないと思うんですよ。結局トラスト企画のその販売価格っていうのは、まあ自分のポリシーなんだけど、要は商品価格プラス安心料っていうのが出されたものが商品価格なんですよ。その安心料っていうのはプラスさせてもらってるんですよ。でそれでちょっと高くなっちゃった。その代わり保証は手厚くしますよっていうのがうちのやり方なので、素晴らしい。それをね、みんなご理解していただいてよろしくお願いします。うまく利用していただければと思います。そうですね。はい。じゃあ今回はね紹介したんですけど、次はまあ6月分ね、また面白じゃないかね。言ってるけどあんまりないんだよ。まあね、そうなんですよ。変なやつとかそういうのはないんだけど、たまたまこれはうちの社員と S 級便さんがやらかしたやつなんで、あっただけです。まあこれもねヤフーショッピングの方にアウトレットの方に出品されると思いますので、ぜひチェックしてください。じゃあ5月分の動画は以上となります。また来月6月分お願いします。